皆様、本日はですね、こちらの豆腐、こちらを使って豆腐ステーキ作っていきたいと思います。ソイミートですね。はい。で、やっていくんですけれども、まずこちら、今回用意しているのは木綿ですね。で、木綿豆腐を、ちょっと水切りします。しっかりね、ちょっと食感を出したいので、絹でもいいんだけど、絹はちょっとね、難しいと思いますね。焼くときに崩れていっちゃうと思うんで、それなりに。はい。で、お豆腐をキッチンペーパーで二重にしてあげて。で、今回は時短で電子レンジでやるんだけど、時間があるんだったら普通にもうこの上に重しとか乗せて水を抜いても大丈夫です。はい。ちょっとフライパンに焼き切れるかわかんないんだけど、今回は一応豆腐は2つ用意してます。そしたらこちら600ワットで1丁だったら3分ぐらいでいいんだけど、4分ぐらいやっておきます。ちなみにしっかり水を抜きたいんだったら、このチンした後にさらに上に少しだけ重しのして5分ぐらい置いとけば結構水分出ます。はい。じゃあその間に今回の、ステーキのタレ作りしていきます。でまずニンニク、こちらはちょっと半分に切って、でニンニク縦半分に切ったらこちら潰します。包丁でグイッと香り出すようですね。でニンニクは潰したらとりあえず放置で、あとバター 20g 用意しといてね。でお次は長ネギとニラ、こちら軽く水洗いしてたっぷりね具があった方が美味しいと思うので、で小口切りほどではないんだけど、ちょっと細かめにカットしていきます。だいたい2センチもないかなぐらい、これくらいで。でネギカットしたら同様にニラも同じぐらいのサイズにカットしていきます。でネギとニラカットしたら、お次はえのき、こいつも同じぐらいにカットします。ちょっとまず下切り落として同じぐらいの大きさにカットしていきます。これくらいかな。 OK。 じゃあ準備完了。基本のソースのね具材ですね。具だくさんだね。食感がでも美味しいよね。そうですね、食感ですね。じゃあ豆腐の水切りはもうすぐ終わるので、フライパンに火かけていきます。で最初にまずソースの方からやっていきます。お水1カップ、あごだし大さじ2杯ほど、お酒大さじ1で、みりんも大さじ1、お醤油も大さじ1で、ここにお塩少々。じゃあちょっとこちら今入れたアルコール分が煮立つまで軽く水分を飛ばしている間に、アルコールを飛ばしている間に豆腐ですねを焼くんですけれども、まずバター 20g コクを与えます。でバターを入れて、しっかりめにね、ちょっと量多めでいいです。入れたらそこにニンニクでバターのこの油分のところにちょっとニンニクの香りを移します。その状態で豆腐を焼くんですね。焼くんですねってなんだ言い方で豆腐ステーキなんだけど、今回は片栗とか小麦とか衣はつけずにやろうかなと思います。はい、では油にニンニクの香りが移ったら一旦ニンニク取り出して、こちらタレの方に入れちゃいます。でちょっと醤油バターは一旦ちょっと置いといて、こちらのニンニクも入っただし汁の中に先ほどカットしたしめじとかネギ、ニラ全部入れていきます。具だくさんですね。で結構バーって多いように見えるけど、だいぶ水分が減ったらだいぶかさが下がるんで、
それでちょうどいいぐらいになります。で全部ぶち込んだら、さらにここに桜エビ、これがね 18g だね。なんでまあ3分の1、6g ぐらいでよくかな。約3分の1ほど、で桜エビ全部これの具材入れたら、この状態で全部に火が入るまで煮込んでいきます。で基本的にこれでソースは完成なので、じゃあお豆腐ちょっとカットしておきます。でこちら水切りしたお豆腐なんですけども、カットしちゃったんですけど、今回とりあえずフライパンの大きさ的に1丁ずつ焼こうかなと思ってて、お豆腐の元の形だとしたら、まずここで1個切れ目を入れて、で半分にして、こういう風な状態をさらに縦半分に切ればこんな感じで4等分にできると思うので、で水切ってるからちょっとしっかりめにはなってるんで、じゃあこちら焼いていきます。でお豆腐両面をねしっかりバターで焼いていきます。でその間にこちらのタレはだいぶもうへたってきましたね。で今お豆腐焼いてるんですけど、今味見した感じ、このタレの方が完璧だったので、あとこの状態で水で片栗粉でとろみをつけます。でお豆腐の方よいしょ。いやいいね。じゃあひっくり返した感じ、焼き色こんな感じね。すごくいい感じです。でまあ焼いていくうちにね、もうちょっとさらに水分が出て食感的にはしっかりはしていくと思います。で薄くなってるから横の面はね結構油が上に浮いて、その分焼いてくれてるので、基本的にはこのカットした切断面のこの広い部分にしっかり焼き色をつけていくって感じですね。で焼き色的にはこれくらいつけば大丈夫なので、最後一応ねタレはかけるんだけど、ここに少しだけお醤油、バター醤油でお醤油ほんの少しとブラックペッパー、胡椒ですね。お肉だね、だからもうこんな感じで、うわうまそう。色がもう完璧だね。お肉いいね。ではこちらで基本のお豆腐ステーキは完成なので、最後ではこちらにも水片栗粉でとろみをつけて、こちらのとろみあんをかければ完成なので、実際食べていきたいと思います。水片栗粉で一応ねとろみつけるところもお見せします。これもうほんと適当です、僕いつも。あってちょっと回し入れて、強火でしっかりととろみつけてください。中途半端に火入れしちゃうとね、最初固まってるかと見せかけて時間が経ったら液体に戻っちゃったりみたいなあるんで、これしっかりととろみのあんにしてあげてください。わかるかな。もうこんな感じでドロドロになってきますね。はい、じゃあこちらであんも完成なので、実際食べていきたいと思います。皆様本日はですね、久しぶりに油を使った揚げ物ですね。こちらのブロッコリーを使ってフライドブロッコリーやっていきたいと思います。ブロッコリー美味しいよね。でもこのブロッコリーはもうたまらないよ。マジで美味しい。ぜひ皆さんも作ってみてください。じゃあまずやっていきます。今回2束用意してるんだけど、もっとたくさんあっても全然大丈夫なんだけど、まあ、普通にねまずこちら落としていきます。1個ずつで、今回下茹でとかもいらないので、でブロッコリーね、これ結構切り落とす時にこの茎とかも全然多めで大丈夫。ちょっと葉っぱだけはいらないやつは落としてあげて、手でちぎってあげれば大丈夫。はいはいはい。でそしたら最後上の方はもう一回ポンと落として適当に。結構大きい塊で大丈夫なんで、はい、こんなもんかな。でまず茎とこの房の部分で分けてあげてください。同様に2つ目も。俺さブロッコリーってマジでさ、マヨネーズだけで茹でてマヨネーズだけでめっちゃ好きなんだよな。結構筋トレしてる方とかはブロッコリーはよく食べるんじゃないかな。
お世話になったりね、糖質制限とかしてる方とか。だから今回の料理はでもブロッコリーが苦手な方はぜひこっから食べてもらいたい。うん、そしたらブロッコリーが絶対好きになると思う。あんまりブロッコリー俺苦手な人って知らないんだけど。ちっちゃい子はやっぱりなんかなあ、でも友達一人いた。なんか森を食べてるみたいって。多分見た目の問題なんだ森を食べたことあるの？そうそう言ってたよ。でも獅子神様なんじゃない？獅子神様食べねえだろ守る側でしょ。はい、でブロッコリー、そしたらこの茎の部分結構ゴリゴリになってるんだけど、これってさ普通にお漬物とかにしてもめっちゃ美味しいんだけど、今回はこちらも一緒に揚げようかなと思ってるので、まあちょっと下のね汚れてる部分取ったら結構まあ大雑把でいいので、これボコボコしてるとねピーラーとかじゃ無理なんで、こういう風にちょっとボコっとしてるところだけ一気に落としちゃいます。はい、ちょっとここはねしょうがない、硬いんでね皮の部分はちょっと、まあ、落としやすい部分はきちんと落としてあげて、同様にこんな感じで四角いブロックにしてあげて、そしたらこれをまあそんな大きくなくていいのでこれくらいで、これも美味しいです。はい、こんな感じになったら一回ちょっとブロッコリーきれいに洗っときます。今回ブロッコリーにつける衣作っていきます。まず薄力粉、ブロッコリー結構いっぱいあるんで大さじ4杯、片栗粉も大さじ4入れます。同量です。はい、片栗粉、小麦粉大さじ4に片栗粉大さじ4入れたら、お酒こちらも大さじ4杯、4杯よりもうちょっと入れるかもしれない。ちょっとゆるさを見てからですね。に卵1個、お醤油大さじ2杯。ちなみに今もこの段階で油は温度を上げております。で今回180度で一気にカラッと揚げるので、それくらいまで温度上げておいてください。チューブでいいので生姜小さじ1/2で、同量のニンニクチューブ小さじ1/2、マヨネーズマヨは大さじ2杯入れます。ここではい、1と2、はい、軽く味付きの塩コショウもして、で一旦これでちょっと混ぜちゃいます。ただこれ状態だとまだもうちょっと硬いようだったら少しお酒なりお水なりを足して緩くします。でも良さそうだな。わかるかな、こんな感じでダマがなくなるまでよく混ぜ合わせておいてください。 OK、 ちょうど良さそう。こちらで今回つける衣ちょっとね普段よりは少し緩めかなって感じで、普段って何の普段だって話なんだけどね。そしたらもう油の温度も上がっているので、じゃあもうこの中にブロッコリーをポポポンと入れちゃってくぐらせて、はい、まんべんなく衣をつけて、こんな感じかな。ちょっと緩いかなぐらいなんだけど、まあ揚げた後ねブロッコリーの緑がよく見えるような感じの衣になります。そしたら油の中に、今ちょっとね上がりすぎて190度ぐらいまでいってんだけど、まあ入れたらね冷めるんでちょっと温度が落ちるんで、この状態でブロッコリーどんどん入れていきます。で目安としては180度をキープするかなぐらいで、温度はそれくらいを目安にやってください。でまあ時間的にはそんなもうこの時間という目安は
特にないんだけど、もうほんとコロッとってなんだ、カリッとね衣が上がれば大丈夫です。香りがめっちゃいい匂いする。やばい。ちょっとでまあできるだけ温度は180度ぐらいキープしてカリカリになるようにしてあげてください。でまあ普通のね鶏の唐揚げとかに比べるとね揚げ時間は全然短くていいんだけど、ただね茎の部分今回下茹ではしてないので、その部分にもね十分火が入るように意識して。あ、いいね。もう今ね結構硬くなってきてますね。房の部分とか触ったらねカンカンっていう感じで反発してくるので、まあそれくらいが目安かな。でも今回はもう出来たてをねできれば早めに食べてほしいので、僕たちはちょっとね時間は空くんだけど、もう揚げたてザクザクの状態を皆さんぜひ食べてみてください。じゃあこんなもんかな。はい、もうどんどん揚げていきます。じゃあこんな感じで揚がったので、じゃあ残りも揚げていくんですけど、最後ねここ白揚げにブラックペッパーをかけてあげて、あとお好みでチリペッパーとかチリパウダーか、あと粉チーズやガーリックパウダー、そこら辺のものをねお好みでかけて実際食べていきたいと思います。皆様本日はですねこちらのナスとエリンギを使った簡単なおかずかつおつまみ作っていきたいと思います。それでは早速やっていきます。で触れてなかったの今、こちらの豚バラ、こちらを使って巻き巻きしていくんですけれども、まずこのナスは4等分ぐらいでいいかな、縦に4等分で、エリンギも2分切って適度な細さにカットで、ナスとエリンギ今回同時に巻きたいと思っているので、まあ巻きやすい大きさにエリンギはカットしてあげてください。であとお好みでしそとかも用意して一緒に巻いちゃってください。で豚バラですね。今回一巻きに2枚ぐらいでいいかな。これでちょっと一回やってみようかな。でちょっとね軽く打ち粉じゃないけど軽く小麦粉ちょっと振っといて、はい、いつでもこれ取れるように、はい、豚肉につけたらナスとエリンギにしそ、はい、これで燃えていっちゃいます。こんな感じでナスとエリンギしそ全部ひとまとめにクリーンとロールさせちゃってください。まあ大きさ的にちょっとナスがはみ出るぐらいで大丈夫です。ではこんだけ巻き終わりました。そしたらこちらに塩コショウ少々しておきます。塩コショウしたらまあちょっと軽くねつけてあげて、じゃあもうこちら準備ができたら焼いていきたいと思います。では熱したフライパンに少しだけ油少量ね、まあもともと今回バラで巻いてるからバラから油は出ると思うんですけれども、それでもね一応ちょっとだけ油引いておきます。そしたらまあ分かる範囲でいいのでつなぎ目の部分を下にして焼いていきます。でまあ適度に焼き色がついたらちょっとひっくり返してあげて、全体的にいい感じの焼き色つけてあげてください。でまあこの段階ではとりあえず焼き色をしっかりつけて、であとまあお肉がほどけないようにって感じだね。
はい。でちょっとまあいい感じに焼き色がついたら、ここにお酒大さじ、また様子見て、大さじ3ぐらいかな。はい、蒸し焼きにします。でこの状態でまあ 2,3 分すればナスとエリンギにもいい感じに火が入ると思うので、お酒で蒸し焼きにしてあげてください。はい、では3分ほど蒸し焼きにしたのでいいね、もう完全に火は通ってると思うので、じゃあここに味付けしていきます。ここにまずバター 30g、 バター 30g にちょっとだけチューブのニンニクを2センチほどかな。お醤油、基本的にはガーリックバター醤油ですね。大さじ2杯ぐらいでいいかな、とりあえず。はい、今ちょっと火弱めてたんですけど、火を強めて、でこのバターと醤油、ちょっと焦げる感じのねバターと醤油に絡ませときます。こんな感じでもうバターが溶けてソースと絡まったら、今回のこちら完成。じゃあ盛り付けて実際食べていきたいと思います。皆様本日は久しぶり、こちらの油揚げを使って油揚げに入れて焼くだけで簡単で超うまいえのきと豚ひき肉のカリカリ揚げ焼き作っていきたいと思います。はい、やっていきます。ではまずこちらのお揚げの中に入れる種の部分作っていくんですけれども、ニラ、これ少量です。1本分もないやつですね。1本分、少量のニラ1本分もある。そう1本もある。じゃあニラをみじん切りに、まず半分に切って、はいやっていきます。俺その音超好き。ASMR タイム。じゃあニラ、これも水洗いしてるのでボウルに入れといちゃってください。そしたらお次はえのき。みんな大好きえのきです。はい、でまあえのきはね特に水洗いは必要はないんで、結構ねざく切りにしていきます。これくらいにしよう。はいはいはい、こんな感じでざく切りで、多分上はねほどけなかったけど、全部これもニラと一緒に入れて、これをまだちょっと固まってる部分は適度にほぐして入れてあげてください。いやこれがね食感と旨味を追加してくれて美味しいんですよ。えのき麻婆もめっちゃ好評だよ。いやマジで美味しいもん。一回食べてみるとね、本当に旨味がねすごいんだよね。また食べたくなった。また食べたくなった。それを言うと今からメニュー変更する。豆腐あったよなでも多分今回用意したやつで麻婆あん作って豆腐でも絶対美味しいよね。ニラが追加されてる状態で。料理って楽しい。じゃああと包丁の作業を終わらせておきたいので、あとはこちらの油揚げ。こちらは僕ね以前納豆とかでもやったと思うんだけど、この状態で焼くよりもひっくり返して焼いた方がカリッカリになるんですよ。なんでまず油揚げを真ん中からカットしちゃって、こちら中開いてる状態なんだけど、これをひっくり返しちゃいます。これはもう絶対やってほしいよね。この作業やるだけでマジでね食感が全然違うから。こんな感じでお揚げはひっくり返してあげてください。
じゃあこれでちょっと包丁を使う作業が終了なので、種の続き、こちらに豚ひき肉、今回 200g です。で、今回は豚を使うんですけれども、鶏とかでもいいよ。まあちょっと牛は違うかなと思うんだけど、まああんまり癖のないね、鶏ひき肉とかでも大丈夫。ももでも、胸でも、ミンチなら大丈夫です。はい。そしたらここに味付けしていきます。まず塩コショウ少々なんですけども、これをこっちの味付け塩コショウでいっちゃいます。シャ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 っと。では塩コショウしたらここにいつものあごだし小さじ1杯で、お次はみりん、こちらを小さじ2杯入れます。今回はお酒も使わないし、あとお砂糖もね抜いて低糖質にしたいので、ここはねちょっとみりんで代用。お久しぶり、こちら桃屋の刻みにんにく。久しぶり。最近あんまり結構フレッシュなの使うこと多かったもんね。確かにこれでも十分美味しいしね、これ何よりねざく切りにしてあるのがね食感として最高なんですよ。ただチューブでもいいですよね。今回はこちらを使うんだけど、もちろんチューブでも代用可能です。こちら小さじ1杯、小さじ1杯。はい。で、今回は生姜は普通のちょっと桃屋の刻み生姜が切れてました生姜はこちらにします。こちらも小さじ1杯。オイスターソース、こちらは小さじ2杯で、あとここに豆板醤と XO 醤を入れようと思うんですけど、これは別にねなくても、辛いのが苦手な方は豆板醤抜いてもいいし、 XO 醤はねほんとうまみが詰まってるんですけれども、なかったら入れなくても大丈夫。十分です。XO 醤をまあ小さじ1杯ほど、まあ、小さじ結構味濃いから小さじ1/2ぐらいでもいいかもしれない。で、豆板醤も小さじ1/2ほど。はい。まあこれはねほんと隠し味とやっぱ辛みうまみをね追加してやみつき度合いを足したいので入れてるんだけど、なくても十分美味しいのが仕上がるのでね。はい。あ、しゅんちゃんが全部ひっくり返してくれました。ありがとうございます。完璧ですね。俺これやってる最中よく破くんだよねでも確かにね、中開いてるやつなんだけどひっついてるから、そうそれを剥がす時にねこうちゃんの場合多分ねビッてやるんだよね。あーってなるじゃあこちら全部よーく揉み込みます。で、結構ね味の濃い調味料入れてるんで、なじませるとえのきとかちょっとニラから水分が出てきていい感じにまとまってくると思います。で、軽く味付け塩コショウしたんだけど、僕ちょっとだけ黒コショウだけ少し足します。お塩は大丈夫なので。ブラックペッパーが好きなんです。じゃあこちらで種は完成で、あとは簡単です。こちらのお揚げに先ほどの種を結構しっかりめに詰めちゃって、たっぷりとちょっと口が閉まるかなぐらいで、よいしょ、これくらいギュッと詰めれば、今だったら大さじ2杯分ぐらいはすくえましたね。そしたらここに口を閉じるようにパスタ使います。で、よいしょ、多分ね2つ分ぐらいしてるから、まず1回刺した後最後ここら辺まで刺しちゃえば崩れることないので、あとはピッと折っちゃえばこれで軽く口は縛れます。で、焼いてる最中にねパスタが水分吸ってくれて食べられるので、これで中身がこぼれる心配はなく綺麗に包み終わりました。じゃあこんな感じでどんどん中に詰めてパスタで口を閉じていきます。で、全部包み終わったので焼いていくんですけど、今回僕たちは米油を使うんですけれども、サラダ油とかでも大丈夫です、全然。で、ちょっと多めにね、気持ち。そしたらこやつらを入れていきます。OK、全部入った。で、ちょっと普通にもう押さえつけてまんべんなくね焼き色が入るようにちょっと潰してあげて大丈夫です。はい。で、一面全部ちゃんとついたかなぐらいになったら火は中火で蒸し焼きにして、ちゃんとしっかりとね中まで火を通したいので、揚げ焼きだし蒸し焼きだしね。はい。で、この状態でまず3分ほど、ちょっと様子を見つつね
焼いていきたいと思います。で今弱すぎた感じね、2分ぐらいでいい感じに焼き色がついたので、一旦またちょっと2分でちょっと火弱めて、もう半面もやっていきます。これ見て、めっちゃ美味しそう色。じゃあ先ほどよりももうちょっと弱めの中火ぐらいにして、一回蓋をして、焦げないようにだけ注意して、2から3分ほど様子を見てあげてください。では裏面も今3分、裏面はしっかり3分弱火でやりました。でちょっと様子見ますね。裏面はもうちょっと焼き色はつけていいと思うので、そしたらここで火をちょっと中火に戻して、最後カリッと仕上げていきたいと思います。蒸し焼きにして中までしっかり火を通すのも大事なんだけど、やっぱね蒸してるとやっぱ水分がね上から落ちてくるので、その分ねカリッと仕上がりづらくはなるので、最後仕上げでカリカリに仕上げます。でね、最後ひっくり返したりすると中からやっぱ肉汁が出てくるので、そこが跳ねるのでちょっと注意してね。じゃあ両面を合計1分から2分ほど最後蓋を外して火にかけて、表面がカリッと仕上がったらこちらで完成なので、実際食べていきたいと思います。皆様本日はですね、こちらの鶏胸肉を使って簡単おつまみの鶏胸ユッケ作っていきたいと思います。はい。で味付けはね以前作った無限もやしと同じ感じの美味しいユッケの味になるんだけども、今回はちゃんとお肉を使おうかなと。使うのは胸肉です。ちょっとね量が多くなっちゃうとレンチンの時間とかもあるので、とりあえずまずは鶏胸肉1枚ですね。これグラムで言ったら 330g です。こちらの鶏胸肉でやっていきます。はい。じゃあまずちょっとね皮は今回取っちゃいます。はい、皮は取って、でこの状態のままねチンしてじっくり時間かけるのもいいんだけど、ちょっと時短にもなるので、こちらの鶏胸肉をまず細かくカットします。まずちょっと開いて、あんまり分厚くてもあれなんで、切った後どうせまた裂くんで、今回は時間の短縮ですね。電子レンジの。はい。厚さ半分にしたら、こちらをちょっとカットしていきます。加熱ムラがないように、だいたいね均等な厚さにしてあげとけば、今回火使わないんでね電子レンジで調理するので、もしまだ分厚いのがあったらそこさらに縦半分に切って短冊状にカットしてあげるっていう感じですね。こんなもんかな。はい。そしたらジップロック、こちらジップロックコンテナですに胸肉とかを全部入れて、そしたらこちらの胸肉に軽く下味と、あとチンするときに水分が飛びすぎないように胸肉にお塩を少々、あんまり入れすぎないでいいです。お砂糖を小さじ1杯ほど、お酒こちら大さじ1杯、ちょっとこれ小さじなんでこれ3つ分ですね。回し入れて、ちょっと今軽くこれで揉み込んでおきます。で最後ここに片栗粉を小さじ1杯ほどで、これ入れることで水分がね鶏肉から逃げづらくなるので、しっとりと仕上がります。チンする時とかね。でこちらも最後ちょっと混ぜ合わして、じゃあこの状態でちょっと10分ほど放置してなじませておきます。そしたら今回一緒にねきゅうりも合わせようと思ってるので、千切りにしてほしいんだけど、包丁で切ってもいいし、僕はねこの千切りにできるやつがあるので、こういうのでもう千切りにして、ちょっと回しながらやってあげたら長さも均一になっていい感じです。一つこれくらいのね
千切りのきゅうりを作っていきたいと思います。量的にもきゅうり1本分で大丈夫だと思うので、残りはちょっとしゅんちゃんにお願いします。では10分ほど置いた鶏胸肉を再度もう一回混ぜ合わして、はい、そしたら蓋こちらを、きちんとカチッとするんじゃなくて、軽くかぶせるぐらいで、こちら500ワットで3分間チンします。ではまず3分間やったらこの状態で混ぜ合わせてください。ちょっとね、真ん中で混ざってる部分がまだ多分ピンクのはずなんで、ちょっと混ぜ合わせて、で、下にね沈んでた部分を上に持ち上げていく感じですね。で、こんな感じでまだ若干ピンクの部分があると思うんだけど、そしたら再度またふんわりと蓋をして、これでもう1分30秒ほど再加熱します。ではこんな感じですね。全部終わったら、でも大体ほぼほぼ火は入ってるとは思うんだけど、ちょっとくっついてるところ外してあげて、でね、表面上は今完全に火が入ってるようには見えるんだけど、もしかしたらねまだ中の方が若干ピンクの可能性はあるので、もしねこの状態で、お使いの電子レンジにはよると思うんだけど、まだ若干結構ピンクが残ってるなって時はまた30秒ぐらい追加で加熱してあげたらちゃんとね火は通ると思うので、基本的に見た感じこれくらいきちんと加熱されてるなって状態になるまでチンはしてあげてください。でこうなったらあとは蓋をして余熱で火を通すだけです。で余熱で火を通すんだけど、最終的にこれ冷めた鶏肉を今回は使うので、もうこの状態であとは冷めるまで放置しておけばいつでも使える状態になると思います。じゃあちょっと冷めるまで放置します。ではこちら10分ほど放置しました。でも手で全然触れるぐらいで余熱できちんと火が入っていると思うので、そしたらこちらの胸肉を結構細かく裂いちゃいます。味付けもこの中でするので細かめに指でねどんどん繊維に沿って剥いていく感じ。結構綺麗に縦にどんどん裂けていくと思うので、これくらいですね。これくらいになるまでしっかりと裂いてあげてください。では結構ねしっかりめにほぐしたやつですねに味付けしていきます。まずお醤油を大さじ1、はい、醤油大さじ1にごま油大さじ2、ごま油はたっぷりね。にんにくこちら大さじ1/2ほどチューブでいきますね今日は。はい、にんにくここに結構しっかり入ってるように見えるんだけど、結局きゅうりも和えるので結構野菜の水分が入るのでちょうどいいぐらいですね。あと今回はおつまみとかね、ほんとご飯にちょうどのせて美味しいぐらいにしたいので。でコチュジャン大さじ1/2、にんにくコチュジャンは大さじ1/2で、生姜は小さじ1杯ほどですね。大さじ1/3ですね。だから生姜、あごだしですね。こちらを小さじ1杯分。これ結構味が濃いんで少量で。で鶏肉にねしっかり塩味はつけてるのと、あと醤油も入ってるんで塩分は大丈夫だと思うので、胡椒だけ軽く入れて、最後ね上からブラックペッパーちょっとかけてほしいんだけど、一応中にも軽く黒胡椒と味の素こちら12345振りぐらいかな。それだけ全部入れたら、まずこのお肉だけで混ぜます。できゅうりは下に添えてもいいんだけど、僕は今回も混ぜ込もうと思います。一緒に食べようかなと。はい、じゃあこんな感じになったら、こちらしゅんちゃんにねやってもらってたきゅうり1本分ですね。でしっかり水気は切ってます。こちらをもう入れちゃいます。中にこうたっぷりめのきゅうりだけど、これでちょうどいいぐらいだと思うので、中の胸肉と多分入れてたらちょっと水分がきゅうりから出てきてへにゃってなって、結構しっかりめに味付けしたやつもちょうどいい塩梅に混ざると思うので、はい、じゃあちょっとこれで一回味見してみます。はい、もう味見したら完璧でした。でそしたら最後こちら盛り付けて、上にごまと卵黄であと黒胡椒をね仕上げにかけたら完成なので、今回の鶏胸のユッケ完成。じゃあ実際食べていきたいと思います。皆様本日はですね大好評いただいております、こちらの豚バラの肉巻きシリーズ、第何弾かは知りませんがやっていきたいと思います。
で巻いて焼くだけ。そう巻いて焼くだけはいで今回は中身はこちらの厚揚げ、美味しいしかさ増しもなるし安いしヘルシーはもう全部最高にティードとろけるスライスティードと大好き大葉、こちらを巻いていきたいと思います。はいで最初まず豚バラなんですけど、軽くね小麦粉をはたきたいのでちょっと開いて、まあ、軽くで大丈夫だから、でここに軽く小麦粉を振るんだけど、別に本当にこんなのは必要ないんだけど、なんかこれでやりたいらしいのでふるいですねこれ。あー綺麗。もう多分こんなもんでいいかな。多分ね量的には大さじ1杯ぐらいで大丈夫なんだけど、で別にこんな綺麗にやる必要もなくてもバッてやってれば大丈夫だやりたかったんで。まあでも綺麗ですね。はいでこれに包んでいく具材をちょっとカットしておきます。でしそはね水洗いした後この茎の部分だけは取ってあげておいてください。今回はこちらまあ分かりづらいけど豚バラロースなんで、豚バラロースじゃないわ豚バラを使うんですけれども、こちらにしっかりと脂がついてるのでこってりとねしっかり食べれるんだけど、ここロースとか使えばもうちょっとあっさりと仕上がると思います。今日久々に血糖質レシピでもあるね。そうだよそうやねはいでこちらの厚揚げをどれくらいにしよっかな。量が結構あってもいいから1つ6等分ぐらいかな。だね6等分で厚揚げを細長い形で大丈夫です。その厚揚げうまいんだよね、安くて。うまい普通に焼くだけで醤油と生姜とかだけでもめっちゃうまいよね。でどうしようかな。別にしそは半分に切らなくてもいいかな。丸々巻いてる。丸々であとはとろけるチーズ、これ別に切ってもいいし、これをもうちょっと折りたたんで太めにしてもいいんだけど、どっちがいい？チーズ多めがいい？ハーフにする？多めにしようか。多めにしちゃう？でも半分に切れば量多いわはいチーズでもう正直これだけが揃えば完璧です。この厚揚げにしそとチーズをもう巻くぐらいの感覚にして、はい、じゃあまずチーズをってなんだ、厚揚げにこう軽くチーズをくるんだ後しそをこうやって、さっきより発音変わっちゃってない？ティーズとこれでいいかな。はいこんな感じにしたら豚バラ巻いていきます。はいでも本当にあとは巻くだけなんで、1つにつき2枚ぐらい豚バラ巻こうかなと思っております。できつめに巻いてあげればティーズとかも漏れなくなると思うので、今日はなんかすごい食べ応えがありそう。はいこんな感じで豚バラを巻いてあげてください。まあ今回振ってあるやつをね多少余ってる粉をねまぶしてあげとけばより接着剤代わりになるのでね、こんな感じでどんどん豚バラ巻いていきます。もう一回ちょっとお見せしとくね。1から、はいまず巻きます。巻きましたらしそ添えます。であとは豚バラをちょっときつめに巻きつけて、これを2枚はいこんな感じ。いいね。じゃあこれをどんどん作っていきます。ではこんな感じで巻き終わりました。で今回、豚肉は 300g だったんですけれども、合計でいうとね枚数は21枚入ってたのかな。で基本的に10個45123678910個分はきちんとできて、1個だけ余っててお肉が、だから合計は10個プラス 0.5 ぐらいの量でしたね。しそ10枚入れ替わってたのに11枚入ってたからお得だなって思ったとさ。はいじゃあ焼いていきます。では焼いていくんですけれども、普通にサラダ油で大丈夫なんだけど、なんかちょっと米油買ったんですよ。なんか餃子をこれで焼くとうまいって聞いたんでね買ったんだけどね、なんかいつも買ってる冷凍餃子がさ水も油もいらないって書いてて使う機会がなかったんで、今回米油にしてます。米油ってでもこれ別に本当米油じゃなくていいからね。でそうだ忘れてた、これごと持ってこうやつらに一応下味として軽く塩コショウ、味付き塩コショウをね軽く振っといてあげといてください。でいつも
こういうね巻き物、肉巻き系でもね、こういう肉巻き系の時は気をつけてほしいのが、焼き始めるところを巻き終わりのところから、そこをね下にして焼いてあげた方が、ここだとねこことかここに巻き終わりがあるので、こちらを下側にしていきます。まあこれにだって横なんだけど、まあこっちでいいか。まあ巻き終わりの位置だけ意識して焼いてあげてください。そこさえ守ればね剥がれづらくなるので。でもしね今回ので、厚揚げが余った場合は普通に軽く焼き色をつけて生姜醤油とかで食べるとめっちゃ美味しいです。まあほんと少しの量だったらねお味噌汁とかに入れてもいいし、何かの炒め物の具材として追加してあげてもいいし、あの辺は皆様にお任せします。でこれだと基本的にはもう豚肉にさえ火が入ればいいので、もう表面をカリカリっと仕上げたいと思います。でこれねチーズが漏れて始めてもすごく全然問題なくて、そのチーズの部分を含めてカリカリに焼き上げて、だから今回は半分に切ったのを中に巻いてるんだけど、さっきね実験で1個だけね丸々大きいやつを、あこいつだ、この子ね、これスライスチーズ1枚分巻いてるやつがあるんだけど、こういう子のは結構やっぱ今チーズがはみ出てきてるんで、それもねまた美味しいと思うので、チーズがたっぷりの方が好きな方は半分じゃなくて1枚丸々巻いても大丈夫だよ。いいね、こんな揚げ色で焼き色ですね。これどんどん入れていきます。でもう全面的にいい感じに焼き色がつくまで焼いてあげて、ではコロコロとちょっとね回しながら、今合計3分ぐらいは焼きました。でまあめっちゃ油も出て全体的に火が入ったら、豚肉自体はねそんな分厚くないので火は入ってるので、そしたら一旦取り出してあげてください。で今回はもうタレを後がけにしようかなと思って、次これ塩コショウ振ってるんで、それだけで食べても十分美味しいです。ただここに残ってるちょっと豚のね油とかも残したいので、ちょっと目につく余計な油だけは取って、ここにねチーズのうまみとかも流れ出てるんで、じゃあまずここにお醤油大さじ2、みりんも大さじ2で、お砂糖大さじ1、ここ蜂蜜とか使ってもいいよ。はい、お砂糖、まあこれお砂糖っていうか上白糖じゃなくて三黄糖ですね、茶色いやつ。オイスターソースを大さじ1杯ほど、大さじ1杯までないかな、大さじ1/2ぐらいでいいかな。はい、これで火にかけてとろみ出します。パンチを効かしたかったらここにちょっとだけねニンニクとかガーリックパウダーとか入れても美味しいと思うよ。で今回はこのタレに絡めずに塩コショウノーマルで食べてもいいし、ちょっとポン酢につけて食べても美味しいと思う。はい、じゃあちょっとね結構焦げるのが早いと思うので、もう一回沸騰したらまた余熱で火を通します。はい、じゃあもうこちらでタレは完成なので、あとは先ほど焼いたやつにこちらをつけてあげて盛り付けたら実際完成なので食べていきたいと思います。